皆さんこんにちは、フーディーボーイです。パッキングの動画で予告した通り、名古屋1泊2日で10万円使い切ってきました。結論から言っちゃうと、最高の旅行になりましたので、旅先でお店選びに絶対失敗したくないっていう方は、絶対この動画見てってください。損はしません。まず1日目の昼ですが、この日はすぐに岐阜まで向かって、ジビエの名店、柳屋へ行きました。あれいきなり名古屋じゃねえじゃんってなると思いますが、名古屋からローカル線で1時間ぐらいで着きますので、実質名古屋ということで、というのは冗談ですが、ここは岐阜っていうよりも、名古屋からの方が実は行きやすくって、名古屋に来たら絶対に寄った方がいいお店なので、紹介させてください。こちらはミシュラン2つ星で食べログも過去に10年ぐらい連続で全国1位を取り続けた超名店です。食べログゴールドも何回も取ってます。アクセスは先ほどの通り名古屋から少しかかるんですけれども、これだけのために旅行する価値があると思ってます。そう思って来てるお客さんも結構います。で、その理由は3つあります。1つ目は、もう肉の概念が変わるからです。ジビエが苦手っていう方とか、ジビエって臭みあるんでしょって思ってる方もいるかもしれないんですけど、ここへ来たら、そのジビエに持ってた固定観念みたいなものどころか、今まで自分が食べてた家畜の牛肉とか豚肉、鶏肉って何だったんだろうって思うぐらい、この天然物のジビエっていうのはめちゃくちゃ美味しいんですよね。2つ目の理由なんですけれども、何年ぐらい継ぎ足してるの70年近く。はい。今からじゃあ真似しようと思っても絶対にできない70年間継ぎ足して使っている肉のタレっていうのがあります。70年間信じられないですよね。創業してからずっと継ぎ足して使ってきたっていう本当に唯一無二のものですね。このタレがまたうまい。で最後にコスパが良すぎます。特にワインはかなりお得ですね。唯一無二レベルのお店でこの価格でワインが飲めちゃうのっていうぐらい高級ワインがほぼ定価レベルで飲めますね。今回は山菜、鮎、うなぎ、鴨、イノシシなどを堪能しましたが、メニューは季節によって全然違います。僕は柳屋さんの全シーズンを実は制覇してます。なので別で細かく紹介する動画を作りたいと思います。こちらのお店は完全紹介制となってますが、裏技で紹介がなくてもいける方法があります。他にも柳屋さんを紹介している YouTuber さんいらっしゃいますけど、どの人もこの裏技については紹介してないと思うので、これも柳屋さんの紹介動画で教えちゃいたいと思いますので、興味がある人はチャンネル登録してそちらの動画が出るのを待っててください。で、その後1日目の夜なんですけれども、柳屋さんが結構ボリュームあるので、夜は軽めにしたいということで、千カメという食べログ百名店の焼き鳥屋さんに行きました。柳屋さんの後に行くなら、お腹が空いてくるちょっと遅めの時間に予約していくことをお勧めします。でその時に、ここのお店の名物の提灯っていう希少部位は、すぐに売り切れちゃう可能性があるので、予約する時に取り置きをお願いしといた方がいいです。この提灯っていうやつが、ボーランが口の中でいっぱいに弾けて、卵好きにはたまらないメニューになってます。で、このお店は何といっても、火入れ、要は焼き加減ですね。これが最高にいいです。正直火入れは都内の焼き鳥屋さんの中でもかなりレベル高い方じゃないかなと思います。個人的にもすごい好みの焼き方ですね。例えば、名古屋コーチのもも肉っていうのがあるんですけれども、それは外をカリカリに焼いて、身にはみずみずしさが程よく残っているっていうような感じですね。単価は5000円ぐらいで、希少部位と名古屋コーチが食べれて、火入れの技術がこんなにすごいのに、5000円で飲み食いできちゃうっていうのは大変お得だと思います。名古屋に来ると予約が取れたら毎回行きます。2日目の昼ですね。この日の昼は食べログ百名店のうな富士というところに行ってきました。ここは予約不可なので行列覚悟で行きましょう。ここは頑張って並んでても行く価値があります。どれぐらい並ぶかっていうと、週末ならだいたい1時間から1時間半ぐらい並ぶイメージです。並ぶといっても座って待つスペースもありまして、僕は15分並んだ後はずっと座ってられました。本とか持ってくといいかもしれませんね。で、ここのうなぎなんですけれども、焼き加減がすごくいいと思いました。よく関東風と関西風で好みが分かれるって言いますが、ここはいいとこ取りって感じなんですよね。どういうことかっていうと、関東風のふわふわは保ちながらも、外側は関西風のカリカリなんです。多分、肉厚なうなぎをじっくり焼くからこうなるんでしょうね。食べた瞬間はカリッとして、その後うなぎの旨味と脂が一気に溢れてくる感じで超幸せです。ちなみにここのうなぎは見た目より相当ボリュームがあるので気をつけてください。ご飯少なめでお願いしてもいいぐらいかもしれないです。
それでもお金とお腹に余裕がある人は白焼きもめっちゃおすすめです。いいうなぎを使っているので、白焼きの方がうなぎの美味しさを確実に味わえると思います。うなぎ単体でお酒と飲むなら絶対に白焼きの方が美味しいと僕は思いました。いただきます。その後2日目の夜は食べログブロンズで点数も 4.0 超えの山猫県さんに行ってきました。ここは初めてお伺いしたんですけれども、結論から言うとここに来るためだけに旅行する価値があると思いました。食べログを見るとですね、ミシュラン3つ星は超える水準でお店をやってますっていう風に書いてありまして、ミシュラン3つ星の定義はそのお店に行くためだけに旅行する価値があるっていうお店ですが、僕はそれ本当だと思いましたね。またここのいいところなんですけれども、食べ物の見た目や店の雰囲気には一切お金をかけずに、代わりに食べ物の美味しさに振り切っているそうですね。とは言ってもお店の中は綺麗清潔で、コロナ対策もバッチリされているみたいで、おしゃれな雰囲気にするためにお金をかけていないっていうだけで、そういう衛生面では安心です。で、何が出てくるかっていうと、日によって違うんですけれども、ハンマーヘッドシャークのフカヒレ、こちらはフカヒレの中でも最高級のものですね。そういったものとか、全ての和牛の源、要は祖先ですねとなっている超希少な見南牛ってやつだったり、4年に一度しか手に入らない最高級ブランドの服部すっぽんの親亀など、とんでもない食材が出てきます。初めてだと10皿ぐらいでいろんな食材が出てくるお任せコースのみで、税抜き15,000円ですね。それに僕は10皿の皿数プラス何杯かぐらい出てくるアルコールペアリングを頼みました。で、そのペアリングがおかわり自由で、なんと3000円っていう驚愕の値段で、合計使った金額がなんと2万円を切りました。本当驚きましたね。食材もドリンクもほぼ原価で提供されてるんじゃないかというぐらいお得ですね。で、5つ目のお店なんですけれども、今回は時間とお腹の都合から行けなかったんですけれども、過去行って良かったお店っていうのを紹介したいと思ってて、それが寿司屋とんぼっていうミシュランビブグルマンのお店ですね。こちらも特筆すべきはコスパですね。日本全国の中でも最もコスパがいい寿司屋の一つかもしれません。味も江戸前の技術が施されてるっていうレベルの寿司で、東京の寿司屋を結構回ってる美食家の僕でも、十分満足できるクオリティです。ただし価格そうだなと思うネタも中にはありますが、大体のネタが価格以上の価値があると思います。ただし難点としては、営業開始前には並ばないと相当待ちます。しかも店内立ちなので結構疲れます。なので、時間と体力に余裕があるけどお金に余裕がない。でも美味しい寿司を食べたいっていう人は絶対にここに来ましょう。僕はですね、前来た時は30貫ぐらい食べて酒もしこたま飲んで、お会計は1万円ぐらいでした。普通の人なら5000円で大満足の量になると思います。以上が名古屋旅行に行くなら絶対行った方がいいお店の5選になりますけれども、今回旅行した中で他にもはしご酒っていう形で3軒ほど回ったので紹介したいと思います。これだけのために旅行するとかそういったレベルではないんですけれども、なんかのついでとかゼロ次会とか飲み足りない時の二次会っていう形で行くとちょうどいいなっていうお店なので紹介したいと思います。一つ目がペクチェっていうところで、こちらは日本にはあまりない本格的なカンジャンケジャンが食べられる韓国料理店です。知らない方のために説明すると、カンジャンケジャンっていうのは生のカニを醤油ベースの少し甘いタレにつけて熟成した料理です。カンジャンケジャンもしくは生のカニを食べたことがない、食べてみたいっていう人だとか、韓国が好きで病みつきになる本場の味をもう一度味わいたいっていう人は行くと満足できると思います。食べログの評価もそこそこ良くて、味もそこそこいいんですが、正直コスパはあんまり良くないと思います。ケジャンだけで1人 4,5,000 円しますね。少し高い気もしますが、ケジャンを出すお店自体が希少だし、作るのに手間暇がかなりかかるので、これは妥当な価格かなと思います。他の料理は少し割高感がありますね。個人的には寿司木村さんっていう日本一、いやもしかしたら世界一レベルのケジャンっていうのを食べちゃってるので、比較するのはかわいそうなんですが、それを知ってしまうと味はどうしても木村さんの影で霞んじゃいますね。今度木村さんのケジャンを自宅で再現するっていうのをチャレンジしてみたいなと改めて思わされましたね。ここはゼロ次会とか2軒目にケジャン目的で行ってさっと出るのがいいと思います。
で、2軒目はカブトっていう地元民に愛されてそうな雑多な居酒屋ですね。なんかちょっと飲み足りなくて 1,2 杯で安いところに行きたいなって時にここ行くのがいいと思います。食べ物は家庭料理っていう感じでめちゃめちゃ素晴らしいクオリティっていうわけではないんですけれども、ここはですね、練り物がですね絶品なので試してみてほしいんですよ。ほんと食べてよかったのが、イワシのつみれっていうのと鶏ボールっていうやつが手作り感のある粗いミンチとジューシーさが、これはこれで他のお店では味わえない良さがあるなと思いました。で、最後3つ目がコリエドールっていうワインバーなんですけれども、こちらはいいワインが超お手頃にグラスで飲めちゃうっていうワインバーですね。ワイン好きで飲み足りなければ間違いなくここに行くべきですね。例えばシャンパンのアンリオとかルイナールのブランブランっていうシャルドネ 100% のことなんですけれども、それらの高級シャンパンっていうのがグラスで1500円ぐらいで飲めちゃうんですよね。都内のワインバーだと 1.5 倍から2倍の感覚ですね。普通に定価でボトルを買っても1万円ぐらいなんでだいぶお得だと思います。またこちらのお店の特徴でソムリエさんが全員女性なんですよね。雰囲気もおしゃれでデートにもいいはずなんですが、その特徴のせいか夜が更けるとですね、男性の一人客っていうのが増えてガールズバー化してました。それをプラスと捉えるかどうかは皆さんの状況次第ということで、はい、それでは以上が名古屋旅行で行くのにおすすめなお店でした。行ってみたいというお店があったらぜひ高評価をお願いします。今後ですね、柳屋さんの鮎と鴨、山猫犬さんはすっぽん、千亀さんの提灯、これらはですね、自宅で再現する動画っていうのもチャレンジしたいと思います。